ようこそ未来生物研究所のマヨナです。今日は皆様にぴったりのペットを診断チャートを使って紹介していきます。それでは早速こちらをご覧ください。この診断チャートはイエスかノーで答えてください。イエスの方は青線を、ノーの方は赤線を目で追いかけてください。質問内容はインドア、プレゼンが得意、感受性が豊か、完璧主義、ASMR はタッピングよりロールプレイがいい、初めての場所でも調べずに楽しめる、結果より過程が大事、友達が多い、人にどう見られているか気にする、ブランド品に価値を感じる、遊ぶなら大人数でワイワイ。それでは診断チャートを進めてください。答えは A から H まであります。どのアルファベットになったか忘れないようにしてください。できましたか？それでは A の方からご案内します。それでは参ります。 A を選んだ方はこちらの貴重です。この鳥は綺麗好きで、自分の住処だと思う場所はとても綺麗に掃除をしてくれます。埃一つも残しません。几帳面な性格で、何よりも規律を大切にする誇り高い鳥です。うっかり飼い主様の大切なものを落としてしまうなんてヘマはしないのでご安心を。ただし融通が利かないところがあります。この鳥は必ず毎朝6時に鳴き、飼い主を起こします。どんなに体調が悪くても絶対です。これはこの鳥の羽です。この鳥は A を選んだあなたにとてもぴったりなペットだと、そう思います。どうですか？気に入っていただけましたか？では次に B を選んだ方、B を選んだ方におすすめのペットを紹介します。B の方はこちら、ヘビです。このペットはサイズ感は可愛いですが、人には懐かず、口から火を吹きます。ただ、火を吹くタイミングは調教できるので、なんといってもガス代がかからなくなります。ただ、危険なペットです。過去に人を丸焦げにしたこともあるとか。攻撃的なこの子を飼いならすには距離感が大事かもしれません。たまにこの子の気分で火を吹かないとき、素直にガスに切り替えられる柔軟さは必要ですね。いかがでしたか？ B を選んだ飼い主様、ヘビぴったりだと思います。では C を選んだ方、C を選んだ方におすすめなのはこちらのペットです。こちらは不思議な卵です。人の言葉をよく聞く卵。優しい言葉を与えると穏やかで、優しく淡い色の何かが生まれます。逆に意地悪な
育てるものによって違う生き物が生まれるため、別名生き写しの卵とも言われています。この卵はとても貴重なものですが、今は運よくこの未来生物研究所が保持しています。今この卵はまさに実験の最中。青い方とピンクの方があると思いますが、青い側は冷たい言葉を聞かせ、ピンクの方は優しい言葉を聞かせ、左右で全く違う言葉を聞かせて育てています。最初は真っ白の卵でしたが、だんだんと色づいて、今ではこのように濃く色が出るようになりました。育て方で異なる何かが生まれてきますから、研究の対象にはなりやすいのです。本当の意味で飼い主様にぴったりなペットが生まれてくるかもしれません。ただし生き写しの卵と言われるように同族嫌悪されてしまう方もいらっしゃるので、育て方には十分注意してくださいね。それでは次、 D を選んだあなた、こちらです。宇宙人です。一見怖いと思うかもしれません。でも人は見かけによらないように、このペットも見かけによらないのです。とても温厚で、飼い主様の時代で言うと犬に近い存在かもしれません。ただ犬と大きく違うのは、飼い主様がお世話をするのではなく、この子がお世話をしてくれます。人間のお世話をするのが大好きで、身の回りの家事すべて喜んでやってくれます。先ほど紹介した機長は失敗しない完璧な掃除をしてくれますが、この子たちは個体差があります。おっちょこちょいな子もいるので、大事なものが壊れたりなんかはあるかもしれません。でも一生懸命支えてくれます。見た目が怖いだけなのです。それでは E を選んだ方、こちらです。レイト。この子はとてもルッキズムです。見かけをとても重視します。ウサギが認めた人間でないと絶対に懐きません。清潔感は当たり前に必要で、容姿が美しくないとこのウサギは人間を認めてくれないのです。ペットには珍しくブランド品に価値を感じる子なので、この子と同じような価値観を持つ人間には最高のパートナーになるでしょう。話だけ聞くときつそうに思いますが、この子はとても臆病で寂しがり屋です。そうですね、猫に近いのかもしれません。ツンデレで認めた人間にしか見せない甘えん坊な面があります。一度認めてもらえれば、飼い主様の趣味嗜好が一番になる可愛いやつなんです。
こに入っているのはウサギの糞です。見てみましょう。見えますか？糞までブランド品の価値があり、高値で取引されています。では次、F を選んだ方、こちらです。完全クラゲ。この子は基本懐きもしないし、意思疎通ができたりするわけではありません。飼い主様の生活に干渉せず、ただこの子が時間を隣で過ごしているだけです。水槽の掃除も餌やりもすべて自動化されていて、専用のものを買えばとても簡単に飼うことができます。暗闇に少し発光する特性があります。飼い主様の時間を奪わず、手軽に癒しを与えてくれるので、忙しい方におすすめです。突然いなくなることがありますが、また気まぐれで帰ってきます。G を選んだ方はこちら、啓発カブトです。この子はとにかく見た目もかっこよく、とても強いです。防犯面には最適なペット、間違いなしです。飼い主様のことを守ってくれます。さらに肩に乗せて飼い主様の行きたいところへブーンと連れて行ってくれます。この子の強さの秘訣はズバリ努力です。日々の鍛錬は欠かさず鍛えているのです。そのためそれを飼い主様に強要するところがあります。自分にも人にも厳しいペットなのです。しかし一緒に乗り越えれば絆もバッチリです。特に体育会系の人間におすすめです。では最後に H を選んだ方はこちらです。ノロカメ。この子は時間をスローにする特殊効果を持ちます。この子が食事をしている間、世界のスピードが 0.25 倍になります。その間、あなたは自由にいつも通りの速度で日常を過ごすことができます。その間、ゆっくりしてもいいし、逆に周りとの差をつけるために何か努力をしてもいい。ただ、亀の食事の回数、時間には個体差があるので、正確にどのくらいの時間儲かるかは飼ってみないとわかりません。さらに一番の弱点は、この子がとてもでかいということ。場所を取るので、お金持ちの大きい家の人におすすめです。これはこの亀の甲羅です。ノロカメは亀と同じように甲羅の脱皮をします。この甲羅自体に価値が生まれるわけではありませんが、このように叩くと高くてとても綺麗な音が出ます。いかがでしたか？あなたにぴったりのペットは見つかりましたか？未来の生物はまだわからないことも多く、今ご紹介したペットはほんの一部に過ぎません。まだまだたくさんの生物、研究しがいがあります。もし未来生物興味があったら、ぜひペットにしてください。そしてそのペットとの日常を私たち未来生物研究所に
教えていただけると今後の研究にとても役立ちます。皆様のご協力ぜひお待ちしております。それでは良き未来生物ライフを。ファンクラブでは YouTube では見られない限定ロールプレイ動画やここだけの秘密の声日記や名前入りデジタルチェキなどをお届けしています。無料で見られる投稿もあるのでちらっと覗いてみてください。